このビデオでは、人という言葉の発音についてお話しします。まず、人のひの子音の発音は、無声口腔外摩擦音です。H ではありません。ですから気をつけてください。では、無声口腔外摩擦音とはどういう音なのでしょうか？ドイツ語に無声口腔外摩擦音があります。この Ich の音が無声口腔外摩擦音です。スペイン語にもこの音があります。México の子音が摩擦音です。実は英語にもあります。Huge という発音の H の発音は無声口腔外摩擦音です。ここで注意してください。英語の Hit や Heat などの H は無声口腔外摩擦音ではありません。次に、非の母音についてお話しします。非の母音は無声化します。人の子音はこれとこれですね。この2つの子音は無声子音です。無声子音の間に母音があると無声化します。次にピッチパターンについてお話しします。人の後の助詞のピッチは下がりません。スーパー大辞林という辞書を見ましょう。人の後に0と書いてありますね。この0はその後の助詞のピッチが下がらないということです。次に NHK 日本語発音アクセント新辞典を見ましょう。この辞典は無料ではありません。でもとてもいい辞典なのでおすすめします。ここに赤い線がありますね。この線は助詞のピッチが下がらないということを表しています。人の後の助詞のピッチは下がらないと言いましたが、何々の人の後の助詞のピッチは下がります。NHK 日本語発音アクセント新辞典を見てみましょう。話題の人が、優しい人に、など、修飾語を伴って発音するときには、助詞のピッチが下がります。この斜めの線は、助詞のピッチが下がることを表しています。人の後の助詞のピッチは、下がらない場合と下がる場合があるということをお話ししました。それでは、この、その、あのという言葉をつけたらどうなるでしょうか？この人、その人、あの人の場合は、人のピッチが下がります。辞書にはこのように書いてあります。この人、人のピッチが下がっていますね。あの人、人のピッチが下がっています。この人が、あの人がというピッチパターンは私は聞いたことがありません。ですから、これらのピッチパターンはとても珍しいと思います。それと、この NHK 日本語発音アクセント新辞典にはその人がありません。どうしてでしょう？もし知っていたらコメント欄で教えてください。次にスーパー大辞林を見てみましょう。人の発音は助詞のピッチが下がらないと書いてありますね。この、その、あのもピッチが下がりません。では、この人の発音はどうなるでしょうか？この人の後にはにと書いてありますね。これは人のピッチが下がるということです。そして、その人を見てください。ここには、その人がと、その人がの2種類のピッチパターンが書いてあります。
4は助詞だけが下がるということですね。ですからこれはその人がという発音を示しています。でも先ほども説明しましたが、私はこのピッチパターンを聞いたことがありません。ですからとても珍しい発音だと思います。まとめると、この人、その人、あの人の場合、人のピッチが下がると考えていいと思います。辞書には助詞のピッチだけが下がることもあると書かれていますが、これらのピッチパターンはとても珍しいと思います。ぜひコメント欄で教えてください。まとめです。非の子音の発音は無声口腔外摩擦音です。非の母音は無声化します。人の後の助詞のピッチは下がりません。でも、何々の人というような場合には、人の後の助詞のピッチは下がります。例えば、話題の人がの人の後のピッチは下がりますね。この人、その人、あの人の場合、人のピッチが下がります。どうですか？人の発音は皆さんが思っていたより難しいのではないでしょうか？ぜひコメント欄で教えてください。